さ中部横断自動車道を走ってます。はい。もう夕方、ついに蓼科で雪が降ったんだって。なんでちょっと雪を見に行きたいなと思ってまあもう溶けてると思うけどねお昼間、上の方はマイナス3度4度だと思うから、ちょっと楽しみなんで、ちょっと冬を感じにね。お、ここはあれじゃない、佐久平だよね。あと19キロもこれ走れるらしい。あ、そうか。今日まずは麦草峠まで行ってみようと思ってるからさ、あれだ、八千穂の道の駅まで行くんじゃないかな。じゃあそうだよね。そう、最後までだ。そうだね。おお、いいね。で今日はね、ついにエコフローから出たさ、無敵のアイテムをつけてきてるんで、ちょっとそれも使いたくて寒いとこ行こうと思って、でちょっといろいろ試してみようと思ってます。何かっていうと、エコフローのオルタネーターチャージャーです。オルタネーターチャージャーがどういうものかをちょっと簡単にね、お見せしたいと思うので、どうぞ。ちょっと充電を見てみましょう。どんなもんだろう。おお、すごいね。400ワットで充電してる。すごいすごい。今ね、400ワットで充電してて、あと1時間で満タンだって。7度だって。寒いね、結構。やばいな。今回一応もうチェーンは持ってきたけど、もうスタッドレスかもね。そうだね。11月の今前半だけど、スタッドレスにしとこうかな。もう、なんか変だよね。変だね先週というか2日3日前まで20度超えててさ、暑い暑い言ってたのに、何これ。もう寒くなるのかな、また暑くなるのかな。もう寒くなるんじゃない？よくわかんないよね。なんか今までもさ、何回かあったじゃん、めちゃくちゃ寒くなること、ね。だけどまた暑くなってたけど、今年はどうなんだろうね。お、出てきました、八千穂の道の駅。気温は6度。寒いね。この前白樺のところまでは行ったけど、ね、上まで行ってないから。もう秋も深まったでしょ。深まったんじゃない？もう冬だよね、多分。行ってみましょう。上雪だ。本当だねえ、白いね。まだ白いね。ね、白いよね、あそこね。ね、おお嬉しいね。ちょっと嬉しいけどちょっと嫌だね。紅葉はここら辺いいんだけどね、ようやくカラマツにさ色がついてきて、わあ綺麗じゃん。すごい綺麗。ついに三段紅葉じゃないのね。ここら辺あれか、この前ちょっと行った自然園のあたりだね。もうちょっと先か。もうちょっと先だけどね。いいじゃない。おお、すごいね。やっぱ白樺はもう終わってるでしょ。終わってるね。早いんだね。そうしたら今度カラマツが綺麗になるから、いいね。ここら辺は結構長く見れるね。標高差もあればさ、埋まってる木も違うから。ついに外気温が2度になった。わ温度計の横にさ、道路のマークで雪マークがついた。凍ってますよのマークつくじゃん。いつも秋になると焦るやつ。さあ、メルヘン街道です。あそこ白いじゃん。白いね、確かに。凍ってるのかね。なんか寒くて、そうそう、凍ってるんだね、多分。日陰だからさ、北側で。すごいね。寒いな、降りたくないぐらい寒いな。まだ準備ができてないからさ、心の準備、気持ちの準備がね。ここすごいね。ここすごいじゃん。白駒行く時の駐車場、どうでしょう。白いよね、どう見ても。
白い気がするね。あそこ真っ白じゃん、ほら。いやー、雪だね。雪だね。すげえ。すごいね。雪か無氷かちょっとわかんないけど、でも無氷っていうか、お昼このさ2時3時で日も当たんのにさ、無氷っていうことは多分ちょっと考えられないから、多分雪だろうね。今もまた雲が降りてきたからさ、多分雪雲なんだろうね。すごいね。すごいね、ここで今1500-600メーターだと思うんだけど、2度切ってるからさ、多分今もう白駒池0度でしょ。氷点下だと思う。すげえ。白いよ。ちょっと止まろう。すごいね。白いじゃん。おお。どういう違いこれ。すごいね。完璧に雪がついてるね、なんか。凍ってるね。凍ってるやん。雪というより無氷か。凍って今日溶けなかったんだ。あ、この前ここまで来たとこじゃん。ここね。ちょっと寄ってこうか。すごいね。すごいね。ここから通行止めかな。あ、そうだね。ここから11月14からかな。でも今さ、ゲートが閉まるようになってるって言ったじゃん。そこに張り紙してあって除雪中って書いてあった。だから閉めることがあるんでしょ、今の時期も。そういうことね。先に降っちゃった。そうだからで、それがなんか新しかったから、今日とかそうだったのかも。除雪してから開けてんのかも。そうかもね。めちゃくちゃ大変だね。ついに1度です。前の方すごいね。すごいな、ほんと。こんな感じだね、もう。この紅葉にさ、氷がついて。ね。これは綺麗だな、すごいね。今1800メーター。気温は1度を切りました。あ、0度。気温0度。すげえ。喜んでるけどさ、さっきも湧き水が流れてたじゃん。あれ多分もう凍るよね。もうすぐ凍ると思う。ねえ、怖いな。突如現れるからさ、こんなドライなのに。しかもカーブの出口にね、下りのカーブの出口だったから、うわーってなるよね。あれもやばいよ、もう。いやー、ほんと秋なく冬だね。秋はあったけど短かったね。短かったし、俺らはさ、秋を探しに行ったから秋があったじゃん。山登ったり紅葉してる標高高いとこ行ったり。だけどどうだろう、長野市とか松本市とか平地でずっといたら、結構比較的ずっと暑かったじゃん。20度ぐらいだったからさ。そうだね。秋なかったかもしれないよ。そうなると。それが何よ、今日は 2000m です。また1度になった。向こうの北斜面の方が寒いのかもね。もしかしたらね。あれちょっと見えないけど左側にすごい雪があるよ。やばいじゃん、どうしよう。ゆっくりゆっくり。あんな滑っちゃうよ。ロードスターツルツルなんじゃない？焦ってると思うよ。除雪したのかな。いや、わかんないね。どうなんだろうね。ああ、白駒です。白
白駒遊びました。おおちょっと怖いね。何ブレーキしちゃダメだよ。もちろん凍ってるじゃん。いや凍ってるね。凍ってるな。凍ってる。やばいねこれ。絶対にブレーキしちゃダメだよこれ。ここはずっと日陰だ。うんね。結構怖いじゃんこれ下り。下りね、うんこっからめちゃくちゃ日当たりいいから大丈夫だと思うけど、日陰がね。日陰がね、そうそうそう、要注意だね。ゆっくり降りてきます。はい。みんなゆっくりだね。うん。みんなビビってます。お眩しいね。眩しくて全然わからないね。どれがどれだか。わあ真っ白じゃん。カーブすごいす減ごい。速してから行った方がいいよ。こっちは結構雪が降ったのかな。ね、凍っちゃってるもんね。ね。うわでもめちゃくちゃ眺めいい。このさ下にあったじゃん展望台が、うんうん。ちょっと行ってみようか。行ってみようか。すごいぞこれは。北アルプス見えたらいいけど、北アルプスも白いんじゃない？ 10 センチぐらい降ったってみたよ。いやすごいね。めちゃくちゃ見えてるじゃん。いやー絶景絶景、すごいです。すごいね。ではちょっと降りてって、夕飯だね。はい。さあご飯食べて、今日はどっかで車中泊だね。はい。ここら辺が今紅葉一番いいのかな、唐松が。唐松？晩秋って感じでいいな。ちょうどさこの下の方は紅葉がいいかもね。このもみじとか去年めちゃくちゃ綺麗だったじゃん。そうだね。ちょっと行ってみようかな。今日はダメかな、明日かな。明日かもね。ちょっともう夕方だから、ちょっとちらっと見てってみようかな。よかったら明日行きたいじゃん。すごかったからね去年。そうそう、でこの前行ったじゃん蓼科ちょっと、その時ちょっと早かったから、あれ10月の下旬だったじゃん。ちょっと早かったんだよね。だから
今いいかもしれない。上は雪でもうダメだけど、そろそろ鹿が出てくるんだ。そうそう。忘れてた。気をつけないと。でもさ、もうこれほぼ11月の中旬じゃん。この時期で紅葉がこの標高で綺麗ってなってきたらさ、京都とかとあんま変わらないよね。紅葉が遅いのかな、京都は今年。どうなんだろう。どうなんだろうね。そこら辺左。あ、そうだよね。この道じゃなかった綺麗なの。そうそう。あ、ちょっと遅いかな。遅いね。どう？ちょっとなんか今枯れてる感じがあったけど、どうでしょう。でも綺麗だよ。あ、すごいじゃん。あれまだだね、なんなら。まだ緑があるね。ねえ。いいじゃない。綺麗綺麗。光入ってたらよかったな、これ。もうちょっとだったんだね、そこまで。ねえ、明日見に来ようか。ねえ。まだ早い。まだ早いぐらいだよ。枯れてるのもあるし。枯れてるのもあるから、やっぱ今年変だからさ。だからね。すごいよ、ここも眺めが。ここはまだ行ける。うわ、すげえ。いただきます。明日もう一回来ようか。ここ綺麗だね。綺麗だもん、やっぱり。でもちょっと早いね。よくわかんないね。もうこのまま枯れんじゃない？枯れるかもね。ねえ。さっきのさ、この大通り沿いのところも前綺麗だったじゃん、去年。そこはちょっと枯れてたの。もう枯れてたから。そう。ちょっとよくわかんないね。夕飯はレストラン森っていうところ、教えてもらったとこだよね。そう、コメントでね、以前教えていただいて、なんとナポリタンが美味しい。鹿がいるから気をつけて。そこ右側にナポリタンとポークジンジャーかな。なんか美味しいみたいな。いいね、俺それ食べたいな。体育の人寒くないのかな。寒いでしょ。今2度だよ。どういうこと？そう思ってなんか、今はあれか、電熱ヒーターのジャケットとかパンツとかかな。結構降りてきたね。ヘッピーなとこだね。そういうことね。あとお店までどれぐらいなの？ここからね5キロぐらい、7分。結構降りるんだ。じゃあ街中に。前行ったねパン屋さんの近く。ケロックっていうパン屋さんの、道路と道路の間みたいなところ。そう。そこね、すぐ近くなの。ここを右かな。はい。ヴィーナスラインに出ました。はい。右に行ったら道の駅かな。そうだよね。そうだね。とりあえずご飯は下に下ります。ここはまっすぐ。これをあっち行くと白樺湖だね。上に行くと。そうだよね。あれ違ったかな。違うか、こっちだって。そうだよね。これを右行って白樺湖か。そう。エコーライン？あれ？大門街道じゃなかったかな。言ってくれる？あと1キロでね、レストランなんだけど、これ沿いだね。そう。ヴィーナスライン沿いなんだ。じゃあ前は通ったことあるかもね。
うん多分あると思うよ、へえ。あこれかな 120m どれだ。これか。これまだ開いてないのか。あ、5時からじゃないか。5時半から開くかな。準備中。やるかな。やるよね。車いるもんね。もうあと15分ぐらい。電気がついたよ。うん始まるんじゃない。あと10分。うんもうちょいです。さあ、来ましたよ。今日はレストラン森さんです。はい。あ、温泉だ。いい感じのお店。ポーク生姜焼きのライス、あとライスとナポリタンだね。うん。いろいろあるね。美味しそうなのいっぱいある。ねえ、こんなんもある。そうお好みでね安いな。ナポリタンやばいね。880円で。そう迷いに迷う。カレーもあった。うんアラカルトにカレーが入ってるのか。フロートもめちゃくちゃ安いな。何 ?450 円って。本当だね、うん、コーラフロートなんか400円。今日はさすがに飲めない。うん、寒すぎる。すごいね。これ880円って。やばくない？ねえ。超美味しそう。いい匂いする。いただきます。いや熱々だね。いい匂いするね。いただきます。うん。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。何系？酸っぱい系？うん。甘い系？甘い系。あ、いいね。あ、美味しい。すごいね。最高具だくさんだね。うん。こちらはポーク神社。あ、神社がすごいいっぱい。すごいね。うわ。もう食べなくても味もわかるし、どう考えても美味しいやつ。美味しそう。いただきます。うん、うまい。食べようか。うん。うん、すごい。半分に切って。これじゃん。半分。うん、こっちが脂身で、こっちがね、あ、そうなの？お肉だから。すっごい生姜。いただきます。すごい。うまっ。お米がめちゃくちゃ美味しそう。いただきます。うん。すごくない？うん。このジンジャー感。生姜がすごいでしょ？めちゃくちゃ美味しいね。冬いね、これ。うん。相当温まるよ、これ。ねおいしい。え、すごいな。これはいいぞ。どうぞもっと。これも半分に切って。なんで、もう食べたらいいじゃん。食べづらいのか。うんうん。これでライスと。たまらない。ああ、美味しい美味しい。いっぱいどうぞ。あ、卵入ってるんだ、下に。あ、本当だ。ねどう？うん、うまい。うん、本当だ。うん。今日のは酸味の少ないさ。うん、ほんとピーマンがいいね。私ね、玉ねぎがいいと思った。ほんと甘くって。この、これもいいじゃん。ウインナー。うん。うん。うまいね。美味しい。うん。王道全部入ってますね。マッシュルームも。いいよね。うん。あ、うまい。なんでそれ880円なんだろう。うん。すごいよね。うん。うん。最高だね。うん。すごいね、その神社。こんなに神社入ってるの初めてだ。美味しい。美味しかった美味しです。かったね。あ
いい感じ。いい感じでした、ナポリタン美味しかったな。美味しかったね、うん、でも俺の方もすごかったよ。そちらも美味しかった、すごかったね。この外が2度3度の時はもう最高です、あんなに生姜があったらさ、やっぱり体の中から温まりそうだね。いや美味しかった。冬にね、これスキーの通りではないのか、白樺湖じゃないから。まあだけど通れるよね。あ、ここにパン屋さん。ああ、本当だ、ここだ、ここだ。よし、では温泉です。はい。今日はね、塩壺の湯っていうところ。なんか知野で5個か6個あるでしょ。知野市がやってるやつ。それの1個みたいなんだけど、行ったことないんだ。行ったことないね。150メーターで見に。みんな行くんじゃない？今日は。寒いからね。行こう行こうって。ここだ。あ、これだね。到着。あ、すごい、第1、第2駐車場もある。寒い。いやー、気持ちよかったです。あったまったね。今日は寒いからさ、抜群に良かった。良かったね。だけど露店がなかったね。いやー、これでよく寝れそうです。いいです。あ、ここあれか、自由農園じゃないの？あ、そうだね、これ。そうだよね、立科自由農園だ。自由農園のところから入るんだ。ここなんだ。今日は何度になっちゃうんだろうね、これ。ねえ。もしかしたらマイナス5度ぐらいになるんじゃないの？寒いもん。寒いね。おー、いい天気です。いい天気。ちょうどよかったね。ちょうどよかった。いや、リベンジ成功です。ね、さあ出発。すごいね、本当、ようやく紅葉が見れました。立科湖でも。11月の最初の3連休いいかもしれないとか言ってたのにさ、もう今11月の中旬ではないけども10日とかだからね。すごいね、そう考えると。今年は遅いね。遅い、すごい遅い。でも寒いよ。今日マイナス5度だったよ、朝。よし、では今日はここから昨日の夕方行ったところに戻ります。日が入ると結構すごいね、紅葉が。紅葉すごい。あ、そうか、昨日夕方だったからね。もう結構見頃が夜だったか。上はもう終わってるもんね。さあメルヘン街道に戻ってきました。秋はこうじゃないとね、こう空気もキリッとしててさ、よく澄んで。ここじゃ、ここ。あ、ここな、綺麗なところ。おー、やっぱ綺麗だね。それどこまで行こうか。いい感じです。やっぱ日が入ると。なんでしょうこれ。帽子。すごいね。なんとね、エコフローは帽子型のソーラーパネルを出してる。そうそう、すごいよね。これが全部ソーラーなんだ。そうそう。あ、だから360度全部ソーラーなんだね。そうそう。すごいじゃん。だからさ、登山中とか、あとは釣りしてる時とか。これあとあれだね。
バックパックにかけといてもいいよね。テントの上に置いといてもいいし、紐もついてたから。で、12ワットぐらいで充電してくれるらしいから、マックス。ここにポートがついてんだね、2箇所。そうそう。こんな感じで、USB-A。で、こっちが USB-C。あ、すごいじゃん。C もついてんだ。A と C が1個ずつついてます。いいじゃん。すごいね、これ。面白い。こういう感じ。大きさもね、2種類ついてるんだって、頭のこの大きさ。ああ、そうなんだ。なんか、いいよ。ちょっとセレブみたい。なんかね。これソーラーパネルってわかんないかも。ああ、そういう感じで線出して、すごい充電してるじゃん。こっちの中に遊歩道あるんだ。へえ。エコフローのオルタネーターチャージャーと書いております。そうです。多分ね、もう結構いろんな方がレビューしてるんで、よく皆さんご存知かと思いますが、エコフローからついに出ましたオルタネーターチャージャーです。で、これが何かっていうと、エコフローのこういうポータブル電源を車で充電するときに使う充電器です。簡単に言うとね。今までエコフローのこういうポータブル電源を車で使うときは、車で使う分にはそのまま使えたんだけど、充電するときね、家で満タンにして持っていくような感じだったと思うのね。でただ充電スピードがめちゃくちゃ速くて1時間でも満タンになるから、そんなに問題になることはなかったんだけど、車中泊とかキャンプとかでいっぱい電気を使っちゃうと、車で充電する方法がね、今まではちょっと困るというか、ちょっと時間がかかってたんだよね。で、車での充電方法が、まず今まではシガーソケットね。車のシガーソケットから充電する方法。で、アプリで設定できて、最大8アンペアで充電できるんだけど、それでいくと、せいぜい100ワットぐらいでしか充電できなかったんで、これが1000ワットちょっとのポータブル電源なんで、0%から 100% に充電しようとすると、10時間以上かかると。車にソーラーパネルを乗っけてれば、ソーラー充電もできるんだけど、天気が悪いと充電されないんで、シガーソケットからの充電が一般的かなと。で、キャンピングカーとか車によっては AC 電源に変換して使えるインバーターを乗っけてる車も結構あるんで、そこを介して AC 充電で充電する方法もあるんだけど、一般的ではないし、もうそんなめんどくさいことは何もいりませんと。これだけポンと置けば充電できますっていうのがこの製品。で、簡単に言うと、じゃあこれが何かっていうと、まず車のバッテリーにこれをつないであげるのね。この本体を、このオルタネーターチャージャーを。で、エンジンかけたら、車のバッテリーはオルタネーターを介して充電されるでしょ。で、その余剰の電力を、このオルタネーターチャージャーを介して、このポータブル電源に充電すると、そういうようなシステムで、でここへの入力が12ボルトだよね、基本車は。でオルタネーターエンジンかけたらオルタネーターが動くんで、だいたい14ボルトぐらいになるんだけど、でそこからその14ボルトがここに入力されると。でここで出力を40ボルトから60ボルトに調整して、ここから出る、ここからでこっちに充電すると。簡単に言うとそういうシステムです。でこの本体自体は24ボルトの車にも対応してるんで、24ボルト車でも使えると。トラックとか？そう、トラックとかね、そういうのにも使えると。そういう感じだね。で、これのすごいのが、出力が最大800ワットまで出るんだって。800ワットって言ったらすごいじゃん。すごいね。これが1時間ちょっとで充電できちゃうようなスピードで出力してくれるから、めちゃくちゃ速い。そういうような製品になります。
外観がこんな感じですごい高級感があるね。で重さが 2.2 キロ、結構しっかり、なんか色がマットな感じだね。マットだし、結構作りがしっかりしてて、で後ろ滑り止めがしっかりついてて、でこういう取り付け用の穴も開いてます。ここね。付属品がまずこういう取り付けのベースね。ベースが1個ついてて、それからこれが線を外す時のジグがついてます。でそれからこの留めネジだね。このブラケットを留めるネジがついてて、であと説明書類、これとあとね線が2本ついてて、まずこれがオルタネーターチャージャーとバッテリーをつなぐ線で、ここら辺がねめちゃくちゃ優秀で、もう刺すだけ、両方とも刺すだけ、なんかネジ緩めてなんだかんだとか何もなくて、もう刺すだけなんでめちゃくちゃ簡単です。でもう一個が車のバッテリーとつなぐ線がこれすごいね、結構太い、太くて長いのがついてます。まあ800ワットだからどんくらい、マックス76アンペア、80アンペア近く流れるんで結構しっかりした 6AWG かな、かなり太い線がついてて、でこの片側のこっち側、ここオルトインって書いてあるんだけど、これはもうここにカチッと刺すだけ、めちゃくちゃ簡単で、反対側にヒューズとこういうプラスマイナスの線がついてるんだけど、でこれを車のバッテリーと、これアースだね、グランド、車のボディアースをする、こっちがマイナスはね、っていうのがついてて、作品は一式こんな感じです。今回のエコフローのオルタネーターチャージャーの一番すごいところというか、何がすごいかって言ったら、いろんなメーカーからこの走行充電器って出てるでしょ、リチウムイオンバッテリーの充電器とか、うちの車にも載っけてるけど、それなりにやっぱり知識が必要というか、ちょっと怖いじゃん、電気周り触るのって、どういう風に配線したらいいかなとか、ちゃんとヒューズ入れてどうだこうだとかね、結構難易度が高いと思うんだけど、もうこれだけ、本当にこれだけ、このプラスとマイナスを車のバッテリーとボディアースするだけ、マイナス側はもう本当にそれだけだから、ネジを2個緩めるだけで完結です。めちゃくちゃ簡単、もう誰でもできる。バッテリーの位置がどこにあるかさえ分かれば、もう誰でもできるぐらい簡単な製品になってます。で間違いも絶対起こらないのね。で何が怖いって、機械と違って電気って間違えても分からないんだよね。エンジンかけて初めて分かったり、通電させて初めて分かったりで、通電させた時に間違えてたらもう壊れちゃったり、ヒューズが飛んだり、最悪燃えちゃったりするっていうことがあるんで、結構電気って怖いんだけど、これはもうプラスとマイナス、プラスとマイナス間違えたらダメだけど、それだけなんでめちゃくちゃ簡単で、本当によくできてるのが、ここにこうやってポートが2つあるのね。ここに車の絵が描いてあって、こっち側で、こっちがバッテリーの絵が描いてあるんだけど、でここが端子になってるのね、こういう。でこの2つの端子それぞれ形が違うの。そうそう。だからこのオルタネーターチャージャーとバッテリーをつなぐ線なんだけど、ここにもまず絵が描いてます。バッテリーっていう。でこれをここにもうカチッと刺すだけなの。でじゃあ例えばこれ何も考えずにこっちに間違えてはめようとするでしょ。こういう感じでもうはまりません、絶対。こっちにしかはまらないと。でこうカチッと奥まではめるだけ。もうこれでバッテリーの配線1つ目終わりです。でこっち側を、これデルタ3プラスなんだけど、そこのこのバッテリー、これがエクストラバッテリーポートっていうのがあって、ここにあるんだけど、ここにもう刺すだけ。もうこれも刺さる向きでしか刺さらないから、反対側とか刺さらないんで、もうこれだけ。これでもう1つ目の配線終わりです。めちゃくちゃ簡単まで。1個注意は、ここら辺をねしっかり差し込まないと危ないから、こういう感じで途中で止めちゃったりしてると、接点がしっかりね接触しないから危ないんで、ちゃんと奥まではめるっていうところ。でもう1個目これで終わりでしょ。これ外すときはこれを使ってこうしたらもうロックが外れるんで、あとは抜くだけです。こんな感じ。めちゃくちゃ簡単でしょ。なんせ簡単で、こっち側ももうここに刺すだけで
であとはここの配線はしてあげると、本当にもう誰でもできるよね。ここがまずハードルがめちゃくちゃ低くて、エコフローのバッテリー持ってたらもう絶対持ってていい製品かなと思います。実際ね、これから車に配線なんかしていくんだけど、普通は車のバッテリーのプラスにつないであげて、マイナス側はボディアースするんだけど、ちょっとうちのもキャンピングカーで車のバッテリーから1本メインの太いプラス線を後ろに持ってきてるのね。なんでそこにつないであげて、マイナスはボディアースすると。なんでちょっと一般の車とはちょっと違うんで、参考にはならないと思うんだけど、実際どういう風につなぐかっていうのだけ、今ここにバッテリーがあるんで、ちょっとやってみます。で、これね、車のバッテリーなんだけど、実際これ車に乗ってるものと思ってみてください。プラスとマイナスにそれぞれ線が来てると思うのね、車から。で、まず絶対やらないといけないのが、車側のマイナスの線をまず絶対外すこと。そこから配線するのは絶対忘れないでやるようにしないとダメ。なんで？それをね、もしここにマイナスがつながっててプラスもつながってると、でじゃあこれを今から配線していきますっていう時にね、このプラスをつなぐ時にこの工具でこうやってやったりするんだけど、車のボディだから車の鉄の部分はもうマイナスを帯びてるの、だからボディアースっていうんだけど、もうマイナスなの。なんでこう緩める時に結構バッテリーって狭いところに入ってるじゃん。だからこう緩めた時にここの金具がこう車の鉄の部分に触れちゃったらもうここでショートしちゃうのね。ここのマイナスがつながってたら、ここマイナスがボディでつながってるからここともつながってショートしちゃうの。でその時ってここヒューズもついてないからめちゃくちゃ危ない。なんでここのマイナス側、車のマイナス側を外してからやったらボディに触れても大丈夫。なんで絶対マイナスを外してから作業はするようにしてください。でマイナス外したらもうあとはちょっとね、これは簡易のちょっと実験です。これちょっと簡易なんでこんなやり方絶対ダメだけど、まあ今はねテストなんで。でこれで仮の配線ができたと。でそうしたらもうこれをここに刺すだけです。刺します。車のところに。そうそう。もう刺さるとこ決まってるからここにしか刺さんないんで、こんな感じ。OK。で今ついたんだけど、これ赤いランプでしょ、でこれが多分カーバッテリーの電圧が低いんだと思うの。これ充電してないしずっとほったらかしなんで、でエンジンかけたら多分 14V になるけど、多分 12V とかだと思うから赤ランプなんだけど、ちょっとアプリで見てみるね。エコフローのアプリでちょっと見てみると、ここにデルタ3とかオルタネーターチャージャーが出てきて、あ、ほらここにカーポート、カーバッテリーポート低電圧 12.4V って出てるでしょ。だから今これが 12.4V しかないと。なんで 12.4V なんで今ここが赤ランプだと。でここのね設定で電圧なんかを変えれるんだけど、今 14V なんで、例えば 12V にしますと、こうしてあげると、あ、緑になった。そうでしょ、でここの電圧が低いですよも出ないからいいと、まあ、ただこれしちゃうとオルタネーターの発電が弱い時とか車のバッテリーからどんどん電気を吸い取られちゃうから、あんまりこれはしない方がいいんで、まあ、やっぱここの理想は 13.5V 以上にしといた方がいいと思う。さすがに、まあ、こうしとこうかな。でこのアプリでいろいろコントロールはできますよっていう感じ。じゃあ次ちょっと本体とつないでみます。カチッと刺すだけだからさっきやった通りカチッとやって、でここに刺してあげると、これだけです。 OK。 これでつながりました、バッテリーからオルタネーターチャージャーで、そこからエコフローのポータブル電源と、これだけです。で今赤ランプ、バッテリーが電圧が低下してるから。でこのねエコフローのオルタネーターチャージャーのもう一個すごいところが、逆充電とかバッテリーのメンテナンスっていうモードがあって、で逆充電っていうのがこっちのポータブル電源からオルタネーターを介して車のバッテリーを充電すると。だからずっと車放置しててバッテリーの電源が下がっちゃった時とか逆充電で充電すると。なるほど。それがこれ1個でできるの。だからいちいちバッテリー充電器持ってこなくてもいいと。充電モードのバッテリーメンテナンスモードっていうのが
最大 100W、13.8V か 27.6V。で、今回は 12V の車なんで、その場合は 13.8V で最大 100W 流れるみたい。リバースチャージ、逆充電モードだと 13.8V の最大 800W だって。最大 800W でバッテリーを充電してくれるみたい。すごいね。ポータブル電源への充電は出力が 40V から 60V、最大 800W で充電されて、この最大 800W のここの調整は車のオルタネーターの発電量に応じて、このオルタネーターチャージャーが自動で考えてやってくれるみたい。今電圧が 12.9V、 さっき 12.5 でちょっとここのモードを試してみたらちょっと溜まったみたい、一瞬で。で、今充電モードになってるでしょ。で、じゃあ逆充電モードをしてみると、モード切り替えてもいいですか。はい。で、こうすると多分こっちから出力が出るはず。ほら、電力 30W で流れてて、こっちのバッテリー側に流れてますよと。でもう 13.8V になったね、ここも。メンテナンスモードっていうの。これだと今 15W とかだね。ここら辺はね、多分オルタネーターチャージャーが考えて、何ワットで供給したらいいかなっていうのをやってくれるんだと思うんだけど、いや、すごいね。この逆充電できるっていうのも面白い。で、ここのね、この本体自体にも電源ボタンがあるから、長押ししたら電気を落とすこともできるから、車ずっと乗らないときはもうここを押して落としとくっていうのも安心だと思います。車に設置するときに壁とかに取り付けるんだけど、こういう置き方でもいいみたい。こうやってこんな感じで、振動の少ないところだったらこれでもいいですよって、こんな感じ。これもいいね。なんかすごいシンプルじゃん。そうだね。ねえ、キャンピングカーはここに設置します。ここだね。ここにサブバッテリーとかいろいろ入ってて、ここの穴の中からメインのバッテリーからつながってるんで、ちょっとここに設置していきます。 OK、 できました。出してきた。あとはもうカチカチ刺すだけです。まずはここだね。 OK、 次はこれです。これを刺して、ほいで裏に刺すと OK、 できました。いいね。こっちもやっぱ 12.6V だって。逆充電してみようかな、また。なんか始まったね。すごい。40W。30とか40とかで充電してる。30W。逆充電が結構大きく入ってる。バッテリーの状態によってなんだね、やっぱり。で、ここの設定は 13.5V 始動で、最大出力もここで変えれるみたい。こうやって800から好きな数字に。あんまり走行充電も必要ないよっていう時は300とかね。いいか、800にしとこうかな。で、始動電圧は 13.5 でいいでしょ。で、最大出力 OK、 こんな感じで、ちょっとエンジンかけてみようか。いいよ、じゃあエンジンかけてみて。上がった上がった。 13.9。すごい。13.8V。充電されてます。すごいよ。500W だって。すごいすごい。500W。アイドリングでもこんな充電するんだ。すごいな。で、今デルタ3プラスが 32% なんだけど、1時間半でフル充電だって。すごいね。ちょっとエンジン切ってみます。エンジン切ってくれる？充電止まった。なるほど。So sweet,